こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。現在のところ Amazon で電子書籍を5冊出しています。5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。このチャンネルではアダルトチルドレンが生きやすくなるための情報を発信しています。よろしくお願いします。また字幕の整備もしてありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。はい、この動画でちょうど10本目です。そして今日はアダルト・チルドレンの人間関係について話します。アダルト・チルドレンが人間関係がうまくいかない理由はいろいろあります。過去動画で話してきたことがそのまま人間関係にも当てはまりますので、ちょうど10本目ですし、復習も兼ねて進めてまいりましょう。依存心が強い人はどうしても憎しみがたまります。依存と憎しみはセットです。自分の大切な人に対してああしてあげたい、こうしてあげたいと思っている人、つまり愛のある人は憎しみとは無縁です。ああしてあげられなくても、こうしてあげられなくても人を憎みません。人に好かれます。愛されます。だからこのような人は人間関係がうまくいきます。一方、親に愛されなかったために心が未成熟の人は依存心が強く残っていて、ああしてこうしてがめちゃくちゃ強くなります。このように心が未成熟のために甘えている人は、自分の欲求が完全に満たされることを求めます。そしてそれが当然だと思っているので、ああしてこうしてが何か一つ満たされないと激しい怒りを感じます。そもそもああしてこうしてが強すぎるので、自分の期待通りにならないことが多いです。要求がめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いのに無視される。こうなれば憎しみが出ます。憎しみが出ても、それを意識するかどうかは別の話です。依存心が強くて一人で生きられなければ、不満をその場で解消せずに、憎しみを意識しないようにします。つまり無意識下に溜めてしまいます。このように憎しみを溜めていくとストレスがすごくなり、ちょっとしたことで周りを激しく憎むようになります。こうなれば人の幸せを喜べない、協力ができない、人間関係や恋愛がうまくいかないということになります。次は周りは敵という思い込みがある人の人間関係を見てみましょう。社会でうまくやっていくには、無意識で周りは味方と感じていなければなりません。でも多くのアダルトチルドレンは、親が心理的に敵だったので、無意識で周りは敵と感じています。ちょっと考えてもらえるとわかると思うのですが、こいつは敵だと感じている人と、この人は味方だと感じている人とでは、醸し出しているオーラが違いますよね。
本人は隠しているつもりでも、無意識は隠しきれません。何にもされてないけど、なんかあの人怖いっていう人いませんか？逆に何もしてないし、仲良くなりたいと思っているのに、なんか周りに怖がられてしまうってことありますか？人は言葉だけではなくて、無意識で醸し出しているオーラでも交流しています。むしろ言葉より無意識の方が相手に与える影響ははるかに多いと言われています。そして醸し出すオーラだけではなくて、本当に周りは敵とみなして行動しているのです。例えば、本心を言わない。相手を近づけないようにシャッターを下ろす。懇親会に参加しない。などなどと自己防衛をしているのです。周りは敵と感じているから自己防衛をするのです。つまり自己防衛をするということは、相手にあなたは敵だと伝えているのと大差ないです。あなたは敵だと言えば、その瞬間から勃発しますが、自己防衛を続けるということは、時間をかけながら少しずつ勃発させているというニュアンスです。もう少し具体的に言うと、世の中には友達を増やしたいと思っている人は多いです。最初は多くの人が友達を増やしたいというスタンスで待ち受けてくれています。でもこちらが自己防衛をすると、相手はあなたと仲良くする気はありませんと言われたような気になります。こうして最初は受け入れてくれるスタンスだった人が本当に敵になっていってしまうということがよくあります。今見てきたような周りは敵だも認知の歪みですが、その他の認知の歪みも人間関係を壊す原因になります。一つ例を出すと、例えば病的依存心で一人では生きられない親に過干渉とか心配性だとかでずっとしがみつかれて生きてくる人がいます。子供が離れて暮らすようになっても毎日電話攻撃とか、もっとひどくなると子供の家まで何度も様子を見に来るとか、子供にしがみつく親もいます。このように子供にしがみつかなければ生きられない親というのは、自分が生きることに精一杯なので、人の気持ちを理解する能力がありません。悪気はなくても自己中心的になります。でもこのような親は、あなたが心配なの、あなたを愛しているから言ってるの、あなたさえ幸せになれればいいのが口癖です。でも人の気持ちを思いやるという温かさは持っていません。言葉と行動が真逆になります。だから子供にとっては煩わしい以外に何もないということになります。
このような人生に溺れている親の浮き輪代わりにされてきた人は、人間とは煩わしい存在だという認知の歪みができてもおかしくありません。このような言葉と本心が真逆の親に育てられているから、心の深い部分で最初から人を信じられないし、人間全体をいいものとは感じられなくなります。こうなると最初から親しい関係を期待したり望んだりしなくなり、あらゆる人間関係においてごく表面的な関わりしか持とうとしないという人になるかもしれません。あるいは人を避ける人になるかもしれません。無意識ですが、自ら孤独を選んでいるのです。無意識であっても、これが心の深い部分にあると、人間関係がうまくいくということはありません。そしてアダルト・チルドレンは認知の歪み以外にも、そもそもコミュニケーションのスキルが育っていないという問題もあります。アダルト・チルドレンは多くの場合、親に意見できる環境ではなかったり、自分の気持ちを重く受け止めてもらっていなかったりするので、家族の中で自分の感情を伝えるという練習ができていない人が多いです。愛されていれば、自然と身につけるコミュニケーションスキルや人間関係のスキルを習得していない人が多いです。これも人間関係がうまくいかない理由の一つです。ここまでざっといろいろな原因を見てきました。人間関係がうまくいかないのは他にもありますが、これまで見てきたようにいろいろな要素が絡み合っていますので、それらを一つずつ取り除いていきましょう。一つずつ取り除くとは、心の持ち方を変えるということです。いつも人間関係がうまくいかないという人は、大抵うまくいかないパターンがあります。うまくいかなかった過去を振り返ってみて、どうしてうまくいかなかったのか、リストを作ってみましょう。だいたい原因が一致していると思います。こうやって過去を振り返って、自分は依存心が強いのが原因だと気づいた人は、これからは自分の欲求を満たす努力ではなく、また自分を犠牲にして相手を引き止める努力ではなく、ウィンウィンを目指す努力をしましょう。依存心が強い人は、人間関係や恋愛を続けるために、自分が我慢するという戦略を使い続けている人が多いです。勘違いしているのは、恋愛を長く続ける方法は自己犠牲ではなくて、逆にわがままでもなくて、ウィンウィンを維持するということです。短期間でいいのであれば、自分を犠牲にする方法、自分の欲求だけを満たす方法、どちらも可能ですが、長期継続という視点に立てば、心の通い合う関係はウィンウィン以外にありえません。そして過去を振り返ったら、自分は周りは敵
と感じていると気づいた人は、いつも無意識でシャッターを閉めていないか点検してみてください。多くの人は親しい人が欲しいと思っています。だから相手を傷つけたりしなければ、そして相手を信頼して自分をさらけ出していると、恋人でも友達でも同僚でも人間関係が親しくなっていくのが普通の流れです。シャッターを閉めていると気づいた人は、相手によってはシャッターを開ける努力をしましょう。周りは敵と思い込んでいる人のもっとひどい例を出すと、周りは敵と感じていて、さらに劣等感が強い人などは、他人に勝って自分の力を見せつけようとします。だから他人に勝つための努力が凄まじいです。凄まじい努力をしているのですが、人生が報われるかというと、努力の割には全然報われないという人が多いです。世の中を見回すと、面白くないのに売れている芸人とか、可愛いのに人気のないアイドルとか、能力があるのに出世しないという人も多いですよね。我々は社会の中で生きているので、努力が報われるか報われないかというのは、個人的な能力というより、社会に認められるかどうかということが大きいです。アダルト・チルドレンが人生苦しいのは、心理的に一人で生きているからです。幼少期に周りは敵と脳にインプットしてしまっているので、周りを味方につけて、いい話をもらうなどして楽に生きるということが非常に難しいのです。楽しく生きている人は、周りを味方につけて楽に生きています。周りが味方だから、そんなに頑張らなくても周りは認めてくれるし、いい機会を与えてくれるということがあります。自分は周りに勝つ努力をしていると気づいた人は、これからは周りに勝つために努力をするのではなくて、周りを味方にするために努力をしましょう。また、周りは敵という認知の歪みがあると、そこから派生して、いろいろな二次的な認知の歪みが生じます。例えば、絶対に人に迷惑をかけてはいけないなども、アダルト・チルドレンに多い認知の歪みです。この意識が強くなりすぎると、逆の立場で人に迷惑をかけられることがものすごく苦痛で怒りになります。こうなると本来助け合って生きていくはずの人間関係が遠慮し合って遠ざけ合って憎しみ合って生きていくようになってしまいます。そのような認知の歪みがあると気づいた人は、これからは助け合いながら生きるという姿勢に変える努力をしてみてください。それからアダルト・チルドレンの認知の歪みは他にもいろいろありますが、完全主義になっている人も多いです。だから自己蔑視がなかなか抜けないのです。そして自己蔑視をしているから引け目を感じて対等な人間関係が築けないということにもつながっています。またその完全主義が相手にも向いて相手の欠点が許せない。ずっと相手の欠点に意識が集中して憎しみを溜めてしまう
という人もいます。自分は完全でなければいけないという認知の歪みがあると気づいた人は、これからは完全じゃない自分を許す、完全じゃない相手も許すという努力をしてみましょう。そして過去を振り返ったら、自分はコミュニケーション能力がないと気づいた人は、別に絶望する必要はありません。さっき小さい頃に親に意見できる環境ではなかった。家族の中で自分の感情を伝える練習ができなかった人は、コミュニケーションスキルを習得していない人が多いと言いましたが、ならば今から練習をすればいいのです。何かを読んだだけ、聞いただけではなかなかスキルは身につきません。実践で人に自分の感情を伝える練習をしましょう。ではそろそろまとめます。人間関係がうまくいかないのは一つの要素だけではありません。あらゆる要素が絡み合って人間関係がうまくいかない状態になっています。つまりアダルト・チルドレンを直していけば自然と人間関係もできるようになっていきます。つながっています。なので焦らずやるべきことを一つずつやっていきましょう。また世の中には人間関係の本はたくさん出ています。コミュニケーションのテクニック集などもあります。でもアダルト・チルドレンは防衛規制を駆使して生き延びてきているので、無意識に問題があるのです。愛されて育った人はそれがありません。アダルト・チルドレンと愛されて育った人では根本的に違うのです。愛されずに育った人が愛されて育った人へのアドバイスを真に受けていたら、自己蔑視を強め、心は悪化していきます。アダルト・チルドレンにはアダルト・チルドレンへのアドバイスがあります。でも世の中には愛されて育った人向けの本ばかりで、アダルト・チルドレン向けの本は少ないですよね。そこでアダルト・チルドレンが上手な人間関係を築けるようになるための方法を本に書きましたので、興味ある方はそちらも読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では、バイバイ。